こんにちは、ナピです。今日もディズニーミニチュアフードの18号、19号、3日目です。まずはいちごから、この2つを半分に切ります。作業台に100均ダイソーで買ってきたネイル用のプレートと両面テープ、これを使おうかと思います。外側が濃くなるようにグラデーションで塗りましょうって。ちょっと待って、これさ、こんなちっちゃいんだよ。それでグラデーションとかどうやってやんのわからないよ。とりあえず薄く塗ってみればいいか。試しでこのちょっと薄く切れちゃったいちごで塗ってみよう。外側を塗ってちょっと水分取って水でぼかす。ぼけないか。こうやってシャシャシャって塗ってそんな雰囲気だけど、こんなちっちゃいところでそんなことができないな。なんか私はそんなに上手に塗れないので、リアルに塗りたい方は樹脂粘土のいちごの作り方を検索してみてください。私わかんないこれ。とりあえずグラデーションっぽくなってればいいかな。ちょっと周りを濃く塗っとけばいいんじゃない。よし。次は白でシャシャシャって筋を描きます。左右5本ずつ描くって書いてある。すごいね。本数まで指定してくれてる。こんなか1、2、3、4、もう4本でいっぱいになっちゃうな。1、2、3。ちょっと筆を変えようか。今これは付属だった筆です。このタミヤの筆にしてみようかな。それほど変わらないやっぱり。こんな感じになりました。これ以上そんな私綺麗に塗れない。次はいちごに斑点を貼っていきます。白い粘土から1ミリほど取って丸玉にしてヘラで潰してこれを貼ってくって、やばいねこれは。
これで1個のいちごにつき7個斑点をつけるって、どうすればいいんだろうな。何本か作ってだんだん慣れてきたので、慣れた私の作り方。まずボンドをちょこっとつけて、でピンセットと粘土ベラ両方持っちゃってます。粘土をちょっとちぎって丸めて、それで粘土ベラで潰して貼る。でまたボンドをちょっとつけて粘土をちぎって丸めて粘土ベラで潰してくっつける。半分に切った方にも貼るそうです。でこれにも同じように貼ってきます。今度4つ。半分に切ったのはこんな感じになりました。いちごの軸を作ります。粘土スケールの A の大きさの半分、これを楕円にして12345、私は5個作ります。これをいちごにつけていきます。カップケーキにつけるってことはさ、石突きの部分平らにしとかないとつきが悪いよね。いちごのきのこ完成しました。次はさくらんぼ。この枝の部分を7ミリでカット。そしたらこのさくらんぼにつけていきます。この軸を少し曲げて表情をつける。だってこんな感じかな。ちょっと枝が太かったのは先端をこんな感じに斜めに切ってそれを刺します。
そうしたら粘土を溶いてちょっとここに塗るようなので、クリーム用に作っといたこの粘土使おうかな。これにちょっと黄土色を混ぜます。本当は軸を作る時に使った粘土の残りを水で溶くみたいなんですけど、私はもう何日も前のものなので、これはもう持ってないので、これでこれをここの枝の先にぽってりと塗るんだって。この切り口のところにちょいちょいって塗ればいいのかな。さくらんぼを乾かしてる間に、こっちのきのこのカップケーキをいよいよ仕上げていこうかな。お、かわいい。かわいいケーキになりました。これであとはいちごにニスを塗るそうです。またちょっとこれボンド乾いてないうち塗ると取れちゃいそうなので、ちょっとこのままにしておきたい。乾かす間にさくらんぼの枝の先を塗っちゃおうかな。あっち行ったりこっち行ったりの作業になっちゃってるんですけど、作ってる手順はやっぱ乾かしつつがいいと思うので、このままの編集にします。タイムスタンプ入れとくので、それで飛ばしつつ必要なとこ見てください。焦げ茶の絵の具です。なんか適当に塗っただけだけどすごいリアルになった。面白い。ちょこっと薄い焦げ茶をつけただけです。絵の具出しすぎたほんの爪楊枝の先ぐらいで十分だった。すごいね。これでさくらんぼといちごの作り方がマスターできた面白い。こっちのボンドも半乾きぐらいになったと思うので、次はニスを塗ります。いちごの表面と断面にニスを塗る。ニスが塗れました。
これを乾燥させて完成です。ミッキーの方のカップケーキを仕上げていきます。クリーム用に粘土を溶いておいたので、これをシリンジに入れます。で、硬さがまだわからないんで、ちょっと絞って放置して判断しようと思います。ちょっと絞ってこれで様子見ます。その間に筆でも洗ってこよう。ちょっとお茶を飲んだりして、10分ぐらいかな放置したんですけど、波は消えてなさそうなので、ちょっと待った。かわいい。ちょっとドキドキするけど、この作業楽しい。ここにさくらんぼをこれだけでもかわいい。そこにまだこのカラースプレーもつきます。これ私まとめて3つ作っちゃったんですけど、結構カラースプレー貼るのに時間かかっちゃうんで、2個ずつぐらい、1個ずつの方がいいのかな。クリームが乾いてきてる気がする。貼れるかな。まだ乾いてなければ。ちょっとつかなくなったとこはボンドを使いつつ、こんな感じにできました。あと残りのこっちも絞ります。こっちは2個ずつやろうかな。
さくらんぼのところにニスを塗ります。結構私ゆっくり作ってたので、クリームはもう半乾きぐらいになってきてます。これはさくらんぼの状態で塗った方がいいのかな。クッキーのとこに当たりそうでちょっと塗りにくい。もういっか。はい、さくらんぼがツヤツヤになりました。最後にミッキーの紙のカップに貼り付けて完成になります。はい、これが完成です。こんなに可愛いカップケーキができちゃいました。裏はこんな感じ。デイジーのカップケーキもこの前のライブ配信で作りました。もうすっかりクリームも乾いてます。付属のビニールに入れてリボンを巻くってことだったんですけど、私はこのリボンをうまく巻けなかったので一応袋に入れてみました。底の部分と口の部分セロハンテープでちょっと留めてあります。次回はプルートのアイスキャンディー。今日は1月の28日で23号も発売になってると思います。23号はトゥイドルダムとトゥイドルディのタルト。その後のラインナップもプーさんのハンバーガー、デイジーのドーナツ、ドナルドとデイジーのドーナツは一緒に作れるかな。ポット夫人とチップのケーキ、マッドハッターのケーキ。私ののんびりプランになっちゃうんですけど、このプルートとバラのアップルパイを作ってる間にデイジーのドーナツまで発売されたらドナルドと一緒に作って、もしこれがまだ発売されなければドナルドをちょっと飛ばしてこのタルト先に作るとか、とにかくこのドーナツは一緒に作っちゃいたいな。またここでさくらんぼ出てくるんだね。今度アメリカンチェリーじゃなくて日本のさくらんぼって感じ。今のところ29号までは発表されてます。ミニーのカップケーキも一緒に並べるとこんな感じになりました。すごいかわいい頑張って作ってよかったです。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。